いよいよ公開が迫ってきた劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダム。昨日登場する機体と第3弾の PV が公開されました。主役機はライジングフリーダムとイモータルジャスティス。個人的には2機とも可変機ということが驚きでしたが、それ以上に何か違和感がありました。そう、多くの方がすでに発信されていますが、これは本当にフリーダムの後継機なのか、核動力機ではないのではと、そこで今回は明かされた PV やガンプラなどに加え、公式側から出ている情報を踏まえて、ライジングフリーダムとイモータルジャスティスの違和感について考察していきたいと思います。1、新型2機のスペック。まずライジングフリーダムについてです。公式ホームページではモビルスーツとモビルアーマー形態での設定画が公開されましたが、スペックについてはまだ明かされていません。しかし同時に HG 版と EX スタンダード版ガンプラ、そしてメタルロボット魂版が公開されました。これらの情報から見てみると、配色はドレッドノートやデスティニーのような配色に加え、前腕部はデスティニーの形状に似ています。スラスターはフリーダムやストライクフリーダムでは背部中央に搭載されていましたが、ライジングフリーダムは変形時の機種の都合上か2機のブースターを装備しているようで、 PV ではここからスラスターを付加しています。この出力が高いのか、脚部背面のスラスターはなくなっているようです。武装としてはまず少し重心が長くなったように見えるビームライフルを持ちます。そして実体盾、インフィニットジャスティスのファトゥムのようにビーム刃を展開して飛ばすことができるようで、敵や戦艦を切り裂くことができそうです。おなじみのビームサーベルはフリーダム系列機らしく、腰部左右に2本装備。バルカン砲は頭部に乱れます。腰部のレールガンはストライクフリーダムのものに形状が近いようです。 HG 版の説明では腰部レールガンと記載されていることから、実弾兵装ということは変わっていないと思われます。問題なのがハイブウィング内に搭載されているキャノン砲。 HG 版では名称がアグニ砲とされています。フリーダムのハイブキャノン砲はバラエーナプラズマ収束ビーム砲であり、ランチャーストライクの超光インパルス砲がアグニでした。つまり名称だけ見ると退化しているように見えます。アビスのハイブキャノンはフリーダムのバラエーナの改良型にあたるバラエーナ界とされていますが、ビームの色は緑一色で、胸部のカリデス副装ビーム砲はアビス最大の火力を誇る武装とされています。またストライクフリーダムの腹部ビーム砲の名称も同じくカリデスで、出力はアビスより高いとされています。つまりライジングフリーダムのビーム砲が強力なのであれば、名称がアグニではなくバラエーナ界やカリデスとなっているはずなので、フリーダムのバラエーナにも劣る兵装ということがわかります。またストライクフリーダムのようなドラグーンが搭載されているかが不明となっています。翼一枚一枚が薄く、さらにアグニも搭載していることを踏まえると、ドラグーンはないと考えるのが妥当ではないでしょうか。また PV 内では映されていませんが、ガンプラでは腕部にビームシールドを搭載しています。シールド発生機らしき赤い形状が左右の前腕部両方についているので、左だけではなく両腕にビームシールドを展開することができると思われます。判明している武装はこれで全てですが、こうして武装を見ていくと、フリーダムから射撃火力を落としてビームシールドと飛ばせる実体盾を装備した機体という感じなので、とても最新鋭機とは思いにくい機体のように見えます。個人的にはデスティニーと同じく実体盾とビームシールド両方を搭載している理由が若干謎ですが、実体盾は変形に使用するのに加え、フレイを守れなかったキラが今度こそ守りたい人を守るためシールドを飛ばせるように考えたと解釈するのが妥当かなという気もします。次にイモータルジャスティスです。こちらも武装がかなり削られました。ライジングフリーダムと同じくビームライフルとビーム刃の発生機を内蔵した実体盾を持ちますが、こちらはビームサーベルがなくなり、腰部にはビームサーベル兼用ビームブーメランが2機搭載されているのみとなっています。またファトゥムもなくなり、ただのウイングになっています。ウイング上部にはスラスターが見られるほか、2機のビームキャノンのようなものが見られます。この辺りはジャスティス系列機らしい武装になっているようです。ただインフィニットジャスティスのようなビーム刃もなければ、ジャスティスのような機関砲もなくなっているようです。なお常のビーム刃が見られるので、インフィニットジャスティスのような蹴り技が見れそうです。
バルカン砲は、頭部のものはジャスティス系列機らしく、従来機のように搭載されているようですが、肩部と胸部はバルカン砲というよりは、センサーのような形状になっています。インフィニットジャスティスでは、4機搭載されていた機関砲がイモータルジャスティスではなくなっているのかもしれません。さらに、ビームシールドに関しては、HG 版で、シールドのエフェクトパーツすらついていないので、搭載されていないと思われます。こうして見てみると、ライジングフリーダムもイモータルジャスティスも、武装は、ストライクフリーダムやインフィニットジャスティスよりも減っていて、とても発展機とは思えない構成になっていることがわかります。2、核動力ではない説の真偽。ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスは核エンジン搭載機なので、無限のエネルギーで、高火力な兵装を無尽蔵に使って、圧倒的な戦果を上げていったことと、ライジングフリーダムとイモータルジャスティスは、武装が減っていることから、この2機は核エンジンではなくバッテリー駆動なのではないか、という意見が多々見られます。そこで、核動力ではないと言える理由を見ていきたいと思います。まず武装構成から考えると、核動力でなくバッテリー機であっても不思議ではありません。核エンジンなら武装を減らす必要がないからです。しかし、それとは別に、シード界のモビルスーツが核動力源かどうか見分ける方法として、型式番号を見るというものがあります。フリーダムの場合、型式番号は ZGMFX15A です。この末尾の A はアトミックを意味しており、核エンジン搭載機を示します。そのため、核搭載機の型式番号の末尾には、基本的に A がついていました。ただし、デスティニーとレジェンドは、ZGMFX42S と ZGMFX666S とされていて、末尾は S となります。これは、ユニウス条約で、表向きは、核兵器の使用が禁止されているため、セカンドステージシリーズを示す S にされています。ここで、新型機の型式番号について、メタルロボット魂版を見てみると、ライジングフリーダムは STTS909、イモータルジャスティスは STTS808 と書かれています。末尾に A も S もありません。キラは、シードデスティニーの戦後、オーブ軍兼ザフト軍所属、アスランはオーブ軍所属、シンはそのままザフト軍所属です。シードデスティニー後半でユニウス条約が形骸化したとはいえ、劇場版でも、キラやアスランが、オーブとザフトをつなぐ立ち位置にいて、その登場機が地球に赴いて紛争を止めようというのであれば、ユニウス条約にのっとり、核動力を使用していない機体に乗る必要があると思われます。こう捉えると、ライジングフリーダムとイモータルジャスティスは、核動力を搭載していない機体と考えられそうです。3、ストフリとインジャはどこへ行った？シード界で圧倒的な性能を誇る核エンジン搭載機ですが、シードデスティニーの最後で、ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスは無傷で生還しました。この2機は、最強の抑止力を持つものの、キラたちが戦争をなくそうと行動するのであれば隠さなければ体裁が保てません。禁止されているはずの核を使用した最強の武力で手出ししてくる危険な勢力としか見られないのではないでしょうか。そうでなくとも、地球はニュートロンジャマーが埋め込まれたことで、人々の生活が苦しくなっているので、民衆からも反感を買いそうです。とすると、ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスは、どこかに保管しているか解体されて、すでに存在しないと考えることができそうです。しかし、フリーダムの場合、ヤキンドゥエ戦で大破し、世間では、ユニウス条約が締結されているにもかかわらず、完全に修復して保管されていました。これを考慮すると、ライジングフリーダムで、万が一対処できない敵が現れた時に備えて、ストライクフリーダムも回収して保管していてもおかしくありません。また、メカデザイナーズサミットでは、大河原氏が、フリーダムが壊れると話をされています。このフリーダムというのが、どのフリーダムのことを指すのかは明かされていないので、私は、ストライクフリーダムを指していて、冒頭でストライクフリーダムがやられて、キラはライジングフリーダムに乗ると思っていましたが、もし劇場版の世界で、核エンジン搭載機の使用が制限されているのであれば、そもそも、キラは、冒頭からライジングフリーダムに登場していて、この機体が大破した後、ストライクフリーダムの回収機に乗ると考えることもできそうです。4、公式の意味深発言。ライジングフリーダムの性能が、とてもストライクフリーダムに勝っているとは思えない中、本作の福田監督が、X でたびたび気になる話を発信しておられます。例えば、機体公開前日に、公式から、
公開日の画像が発信された際には、青字の意味って何ですかと意味深なことをおっしゃっていました。実際、この青字は並び替えると、ライジングとイモータルになり、新型機の意味となりました。また、モビルスーツ発表に対して、今回は正式採用の機体ですね、と発信しておられます。このことから、まだ正式採用ではない機体が存在すると解釈できそうです。こう考えると、ライジングフリーダムとイモータルジャスティスは前座で、ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスを回収した最終機がさらに登場するのではないでしょうか。もしかしたら、ライジングフリーダムとイモータルジャスティスが敵勢力のラスボスなどに破壊され、それに対抗するために最終機に登場して戦っていくという流れになるのかもしれません。個人的には、破壊されたライジングフリーダムの前作で破壊されたデスティニーのパーツを組み合わせて修復し、シンが後半で登場していくということもあったりしないかなと思ったりします。ということで、新型機ライジングフリーダムとイモータルジャスティスの違和感に関する考察でした。多数の新型機が発表されましたが、皆様はどう感じましたでしょうか。ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、良ければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。